始まりました R ズトークトーク MBTI を実践する放送局 MC の R です。よろしくお願いします。このチャンネルでは本を読んで独学で MBTI を日常で実践できるように考えるのが趣味の R が MBTI について思ったことなどをお話ししています。今回は意味と心を手繰りながら世界に溶け込む処理スタイル NF タイプの基本的認知スタイル、つまり普段の自然な考え方についてMBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用で紹介されている様子の特徴とタイプの特徴を見比べながらお話ししてみようと思います。NF のタイプになるのは ENFJ、ENFP、INFJ、INFP の4タイプ。真ん中が NF になるタイプですね。この NF タイプは基本的な考え方として具体的な実際のことではなく、その概念、要するに意味みたいな部分を捉えて、その意味が人にどう影響していくのかを考えるタイプということで、直感 N のタイプというのは要するに抽象度が高い情報で考えるのが自然な人たちなんですけれども、抽象っていうのは今そこにあるなっていう実感ができないような実体のない情報のことだそうで、それは別に今ここにはないけどあそこにはあるなとか、未来にはあるかもしれないなといった話ではなくて、どこまで行っても確かに握りしめることができないような種類の情報、そういうふうに説明できることだそうで、 NF の場合はそれに加えて人に注目してるから、その抽象が人にとってどんな意味になるのかが一番大事になるし、その意味を考えることが自然な考え方ということなんですよね。イメージとしては無視死っていう作品の暗くなっていくと見える明るい虫の光、その光を見ているようなイメージなんですけどね。その例えがよくわからないかもしれないんですけれども、この感覚が僕にとっては一番 NF の見てるものに近いなと感じてます。その明るいところでは見えない光のような心の流れなどに注目して意味を見出すのが自然な考え方だということですよね。前回の SF と同じ感情 F のタイプなんですけれども、 SF がそこに実際にいるその人とかの実際の温度に注目するのに対して、 NF は抽象的な意味が人の心にどう影響するのかに注目するみたいな、そういう違いがあるようなんです。だから SF は温度、 NF は色みたいなね、そういうイメージなんですよね。今そこにいて温度が伝わるような人の心に触れる SF と、暗い中にあるあの淡い光の濃淡はどんな意味があるのだろうかを捉えようとする NF みたいな、そんな感じですかね。はい。そんな NF タイプの特徴を MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用から一部引用します。直感機能と感情機能、熱心な、新しい理論や物事の多様性を見ようとする、融通の利く、象徴的で理論的なつながりを見出そうとする、美的なことを重視といった様子が特徴として挙げられています。これらの特徴を見ていると、抽象的な世界にいてもあくまで人に注目していて、人への影響を考えているから、物事の処理ではなくて意味ありきで動く姿勢が熱心に見えたりとか、効率より美意識で動いているような印象にもなるようですね。ある意味物事の意味っていうのが酸素になっているというイメージです。そんな NF の人たちが苦しいな、酸素薄いなと感じるのは、感覚 S 的な実際的具体的な情報に追われる状況だったり、思考 T 的な構造で淡々と処理するだけみたいな状況だったりするようです。こういう時は実際の物事は進んでいたとしても、その意味を見出せずにいたり、見出すための情報が不足していたりする状況だと言えそうなんですけれども、こんな時 NF の人たちはどんな要素になるのか、また MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用から基本的認知スタイルを用い入れていない時の特徴を引用します。自分の思うように一日が過ごせない日が続く場合、高飛車になる、
自己憐憫的になる、自分の世界に引きこもる、怖がる、不安になる、夢見がちになる、混乱するということで、この特徴を見ているとどうしても情緒不安定な人みたいなイメージになってしまうかなと思うんですけれども、気分でそうなってるわけじゃなくて、意味が見出せなくなった結果、自分の心も不安定になってしまったという、あくまで結果だということなんじゃないかなと思うんですよ。だから何かに対して気分で対応しているってわけじゃなくて、対応したいのは山々なんだけれども、ちょっと息苦しい状況になってきてますよというサインがこの様子だということで、だけど NF の人たちがこういう状態になる状況っていうのは他のタイプの人たちからしたら何でもないと感じられることも多いわけだから、この様子をそれ以外のタイプの人が見ると、なんだかわざとらしいな、何が起きてるって言うんだよみたいなね、よくわからないところでこうなっているという捉え方をされかねないなということが特徴として挙げられているのかなと思いましたね。NF タイプがどんなに今苦しい状況か、状態か、本来自然に考えている意味っていうのを見出せないってことがどれだけ光を見失う気分かは、他のタイプの人たちは分かりようがない部分でもあるんですよね。だから周囲の人からしたら別にそんな風になること何も起こってないよって思ってしまう可能性もあるかなと思うんですよ。だから様子の特徴が自己憐憫的になるという描写になるのかなと思いました。だから NF タイプと関わるとき特に覚えておきたいなと思ったことは、この様子になっていてもその状況そのものに対して自分かわいそうって思ってるわけではなくって、その状況という情報が NF にとって意味を見出すという自然な考え方を進めることができない種類の情報だよっていうサインだっていうだけなんじゃないかっていうことなんですよね。ということでどうしたらいいか考えてみると、この状況にはどんな意味があるのかについて改めて考えられることかなと思います。だから本人の場合は今の自分の感情にフォーカスするのではなく、その瞬間見たいそのものの意味を見るべきだと思うんですよね。感情は自分の息苦しい世のサインなわけだから、そのサインが何で出たのか、自分は何を分かりたいのか、もしくは分かってほしいのか、その意味について考えるといいかもしれません。そしてそれを分かってもらえるってことは、心がそこにあるということになるから、だから意味を伝えることと、それを分かってもらえることはすごく大事かなと思いました。周囲の場合は、その意味を理解するための会話を投げかけるといいかもしれませんよね。処理方法とか正しさみたいのを訴えるんではなくて、どんな意味を感じたのかを問いかけると、 NF の人に対してそこにある心がちゃんと見えているよっていう意思表示にもなるかなと思います。ただ聞き方によっては分析してって言ってるように感じられちゃうと思うので、できればその人に一番合いそうな言い方がいいかなと思うんですけれども、一つの案としては、どう感じてるとかどう感じたみたいなのが一番イメージできるかなと思うんですよね。そんな感じで NF タイプの持つ意味に対して問いかけることによって、あなたの心を見失ってませんよというアピールをすることも時には大事だということかもしれませんと思いました。今回の NF のような感情 F のタイプはどうしても感情的だとか気分が左右すると思われがちなんですけれども、本人の気分が左右されてしまうことにも原因がある場合があって、それが情報不足である場合も多いと思います。だから不足してしまった意味を補充できることが NF にとっては安心材料になるかもしれませんという話でした。今回のシリーズ ST、SF、NF とやってきました。タイプ編はあと NT を残すのみとなりましたね。タイプ編が終わった後には各タイプについて比較する動画も予定しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。